こんにちは、ヒゲドライバーです。ピコピコピコイエーイさあ、エピソード3ですね。ご覧いただきありがとうございます。前回のエド・シーランの Shape of You のリミックスどうだったでしょうかね。アニソン風と言いつつ、空よりも遠い場所っていうアニメのエンディング風にしてみたんですね。そのポイントとしてですね、今回はですね、マイナーの調の曲だったんですね、もともとが。ちょっとだから暗めな落ち着いた曲だったんですけど、やっぱりこのアニソンっていうのは割と明るめで元気で言う方がアニソン風になるので、だからコード進行を、明るめにしてで、他の楽器を明るめのキラキラとした楽器を入れたりしていますね。で他にもですね、ポイントはですね、あとテンポはね、今回は変えてないですね。早めにした方がやっぱりアニソン風には聞こえるんですけど、今回はテンポを上げずに逆にですね、ビートを増やしてるんです。ドッタンドッタンドッタン、もともとドンタンドンタンっていうやつをドンタンドンタンドンタンって2倍の速さで刻むことで、このテンポを上げて軽快さ、軽やかさを出して、あとはですね、もともとはねギターが入ってなかったのでギターを入れてみて、それでねまたねちょっと、軽快さ、このね爽快感っていうのがねまたそれでプラスされてたんじゃないかなと思います。もともとのね曲がね、でもねこのね声の重なり方、このねコーラスがねすごく綺麗にね乗ってる感じがやっぱりねすごく特徴的で、すごく僕も大好きなとこなので、そこをねなんかねうまく活かしつつアニソンにできてたらいいなと思っています。今回はですね、チップチューンという音楽についてちょっとお話ししたいなと思っています。チップチューン、日本ではですねピコピコ音楽とかも言ったりするんですけど、ピコピコっていうねこの音がねなんかね特徴的な、昔のこのねゲーム音楽とかをイメージしてもらうと分かるかなと思うんですけどね、ファミコンだとかゲームボーイとかいう音を使って作る音楽、それがチップチューンというジャンルになります。僕もねもともとだからそのチップチューン、ピコピコ音楽っていうのをずっと昔からやってて、初めにね挨拶でピコピコって僕ねやってるんですけど、これもねやっぱりね昔からやってる挨拶なんですけどねそのチップチューンの良さっていうのはね何かっていうと、もちろんそのピコピコした音で楽しいっていうのがあるんですね。そのゲームっぽいコミカルでなんか可愛らしいっていうイメージがすごくまたねあるっていうのも一つチップチューンの面白さで、もう一つね面白いところがそのシンプルな音を使ってるのでメロディーがすごく、浮き出てくる、メロディーがすごく耳に入ってくるんですね。だからこの昔のゲーム音楽とかを聴いてもらうとねイメージできるかなと思うんですけど、マリオだとテテテテテテとかね、このなんかすごくシンプルで分かりやすいメロディーがやっぱりこの特徴なので、みんなのやっぱりね頭にも残りやすいっていうのがあって、これもねチップチューンの面白さ、チップチューンの良さなんですね。人によってはねこのねゲーム機を使って、チップチューンを作ってる人もいるんですね。最近はねこうやってもうパソコンがあるからみんなねパソコンでもすぐチップチューンって作れるんですけど、その昔のゲームボーイとかファミコンとかを使って実際にそれから鳴らすチップチューンの人たちもいるんですね。で僕もね一回ねそのファミコンのそのコンピレーションの企画があって参加したことがあったんです。なので僕もファミコンで自分の曲を
鳴らすことがあったんですけど、それはねやっぱりね面白くて、すごいこのゲーム機から自分の曲が聞こえるっていうのはすごくね楽しいんで、ちょっとねなんかみんなもね一回そのゲーム機から実際になってるのとか YouTube とかでもねきっとあるんでね見てもらいたいなと思ってます。僕が影響を受けたチップチューンっていうとこのやっぱりその昔のゲームがね大好きで、マリオだったりとかももちろん大好きなんですけど、特にね影響を受けたっていうのはねファイナルファンタジーかな。ファイナルファンタジーのねその中でもね3が一番ねこの自分の中でお気に入りなんですけど、やっぱりそこのメロディーがすごくよくって、あとねこのね情緒、なんかこのねチップチューンのこの古いちょっと寂しいっていうところがなんかねなんか切なさになって、なんかねこの感情に訴えかけるっていうのもなんかねチップチューンの魅力なんですね。その最近で活躍しているチップチューンのミュージシャンだと、YMCK っていうのが僕もねすごく仲がいいんですけど、僕のね先輩になるんですね。先輩なので、僕はその YMCK がそのピコピコと歌物っていうのを掛け合わせて音楽をやってたんですね。それがねやっぱりすごく印象的で、あ、こういうやり方もあるんだなと思って、で僕もねピコピコと歌を一緒にセットでやるっていうスタイルをやるようになりました。 YMCK すごくね、キャッチーで楽しい曲をいっぱい作ってるので、ぜひぜひ聴いてみてもらいたいと思います。そしてですね今回は、僕のそのチップチューンの代表曲の浮雲という曲があるんですけど、この曲を今回リミックスしてみました。もともとはですね2008年ですね、結構昔12年前に作った曲なんですよね。で、この曲のね特徴はですね、そのピコピコのインストもの歌は入ってないピコピコのインスト曲なんですけど、ピコピコで割とこのね早めの疾走感を出しつつ、ピコピコして楽しさも出しつつで、プラスですね、和風のちょっとわびさびの感じも入れてるんですね。なんかねこの和風、いわゆるこの日本のね感じ、古くからある日本の音楽の音階とかを使ってちょっと特徴的な日本の、雰囲気を、プラスした曲になってるんですね。でこういうのがねなかなか今までなかったからすごく特徴的だったのもあって、割とねみんなにも聴いてもらう人気の曲になったんですね。でね映像もこれついてるんで、よかったらねちょっとこれも YouTube でね見てみてもらえるといいなと思うんですけど、映像もねおすすめなんで見てみてください。ということで浮雲の、僕の代表曲なんですけど、今回はそれを12年ぶりにちょっと新しく2020年バージョンにしてみましたので、聴いてみてもらいたいと思います。どうぞ。
はい、ということで浮雲の2020年バージョンどうだったでしょうかね。ピコピコしてましたかねぜひコメント感想の方いただけたらと思います。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでヒゲドライバーでした。ありがとうございました。バイバイ。